データは V フレームに移植したんだ。トライアル自体は14番格納庫に封印でいい。なに？試作機を2機とも塗り直し？そんな時間なんて。ロイド主任の言命って。はいはい、やればいいんでしょ。あれからもうすぐ2週間か。スザク、久しぶりだね。クルルギ・スザク、ルルーシュの親友でありながらゼロを捕らえナイト・オブ・ラウンズとなった男。スザクはゼロの正体がルルーシュだということを知っている。もしルルーシュから情報を聞き出しているのなら、僕やカレンの正体も知っているはずだ。どうする？最悪の場合、僕はスザクを。本当に久しぶりだ。ブラックリベリオンの時以来だね。ああ。どっちだ？スザク、君は僕の。君と話したいことがあるんだけど、すぐにカリブに立たなくちゃいけなくてね。2週間ほどで戻る。そうしたら時間を作るから会ってくれないか？もちろんさ。それにしてもナイト・オブ・ラウンズっていうのは忙しいんだな。ああ。ゼロのせいで反ブリタニア活動が世界各地で活発化しているからね。鎮圧に向かう必要があるんだ。鎮圧？弾圧ではなくて？君は相変わらず我が国に対して懐疑的なんだな。だが疑問を持つだけでは世界は変えられない。力が必要なんだ。世界を変えられる力が。世界を変えられる力？すまない。この話もいずれまた連絡する。ああ、スザク、やり方は違うけど君もまた。あれだけの会話ではスザクが僕の正体を知っているかどうか判断できない。しかし分かったことがある。スザクのあの目は僕と同じだ。スザクの胸の内には復讐が渦巻いている。それはきっと主従のちぎりを結んだユーフェミアをゼロに殺されたから。だからこそ確信できる。ルルーシュは生きているんだ。ゼロであるルルーシュに復讐を果たしたのなら、スザクはあんな目をしていない。やはり何らかの理由でルルーシュは生かされている。しかし現状では情報が足りない。どうにかして。おーい！こんなところにいたんだな。シュネ、レド、キンメル卿までどうしたんです？みんなしてそんな大荷物を持って。それなんだが、突然の命令で我々のキャメロットへの出航は終了なんだそうだ。トライアルの実機テストもあらかた終わって V フレームの開発に着手されたしね。うすうすこうなるんじゃないかと思っていたんだが。こう突然だとな。せめてお前には挨拶していこうと思って探してたんだ。そうだったのか。なんだか寂しくなるな。君とは何度も同じ戦場に立ったからな。光栄に思うよ。執念は大げさだな。別に根性の別れというわけでもあるまいに。何を言う。私たちは軍人なんだ。いつ命を落としたとしても。はいはい、分かってるよ。とはいえ俺もお前と一緒にいて楽しかったよ。世話になったな。自分もだ。君たちのように若くして優秀な騎士たちと過ごすことができて、いろいろ学ぶことも多かった。ありがとう、ガーフィールド準備。いえ、こちらこそお世話になりました。みんな元気で。ああ、君こそな。死なない程度に頑張れよ。では失礼します。これで実験部隊としてのパイロットは僕一人か。そうか。キャメロットが特派の流れを組んでいるのであれば、自然とあいつに近づけるかもしれない。ロイドさんですか？少しお願いしたいことがあるんです。オーライオーライ、クレーンもっと左だ。トレーに積んだらちゃんと固定しろ。普通のナイトメアよりでかいから気をつけろよ。お、ガウェインがようやく。
ええ。ブリタニアの警戒が厳しくなった日本近郊での捜索は難航しましたが、小笠原諸島西方沖でようやく発見することができました。トレーに固定完了しました。あいよ。サビトリ、行っといで。はい、先生。コックピットハッチを開けてください。了解。行くぞ。ゼロ。ゼロ様。誰もいません。ゼロも C2 も。中にまで海水が入り込んでいます。ゼロの姿なしか。ゼロ、本当にあなたはブリタニアによって？いいえ、そう決定づけるのは早計です。ブリタニアの発表通り、ゼロ様が本当に処刑されたというのなら、その正体が明かされないのは不自然。おそらく、ブリタニアは反抗勢力の抑止のために、あのような発表を行ったのでしょう。しかし、世界各地での反ブリタニア活動の機運の高まりを見るに、世界がゼロの喪失を信じていないのは明らかです。それはゼロが反抗の象徴となっているからではないでしょうか。それならば、なおのことです。ゼロ様という反抗の象徴が息づいているのならば、私たちも止まっているわけには参りません。なら、例の計画進めてもいいんだね。ええ。そのために、中華連邦に協力を仰いだのですから。わかったよ。ゼロが戻ってきた時のために、準備を進めとくかね。サビトリ、ガウェインを2番格納庫に入れな。早速バラすよ。わかりました。すぐに移動させます。いいのですか？ゼロが生きている保証などどこにも？ええ。どこにもありません。しかし、先ほども申し上げた通り、希望といったものは残っているのです。今はそれだけで十分。多くの日本人は希望を持つことができる。まだ黒の騎士団は戦えるんです。それに、あなただってまだゼロ様が死んだとは思っていないのでしょ？そうですね。死んだとは思っていません。しかし仮に生きていたとしても、またかつてのようにブリタニアと戦えるかはわかりません。そんなやわなお方じゃありませんよ、ゼロ様は。だといいのですが。おお、カグヤ殿。どうやらうまく回収できたようですな。あら、大観覧の皆様、ご機嫌うるわしゅう。ゼロ様の上記であるガウェインを一目ご覧になられたいとのことでお連れいたしました。そうでしたか。ですが残念です。今しがた2番格納庫の方へ移動させてしまいました。あら、一足遅かったですな。これは残念。しかしエリア、いえ、日本の名家であるスメイラギ家のご当主様のお役に立てたのであれば、それだけで本望。とんでもありませんわ。日本から逃げ延びた私たちを受け入れていただいただけではなく、こういった支援もいただけるなんて感謝しかありません。おほほほ、そんな感謝など。黒の騎士団とはブリタニアを共通の敵とする同胞ではございませぬか。かぐや殿さえ良ければいつまでいていただいても構いません。ありがとうございます。しかし同胞とおっしゃるのとは裏腹に、他の国との和平交渉を行ったと聞きましたが。いえ、あれは和平交渉といったものではなく、ブリタニアから会談の申し入れがあったもので。なるほど。それで一回しでは民間人もろともにシュナイゼルの乗る浮遊航空艦を落とそうとなさったのでしょうか。どうしてそれを。これ幸いにもシュナイゼルの護衛についていたグリンダ騎士団の活躍によって民間人には被害が及ぶことはなかったようですね。でもその席はどこの誰に行ったのでしょうか。それは。良いのです。中華連邦とはブリタニアを共通の敵とする同胞ではありませんか。ただあまりに軽率な行動を起こしすぎますと、いくら中華連邦という大国であったとしても2枚になった舌先から真っ二つに裂かれてしまうかもしれませんよ。これは怖い。それでは我らは政務があるゆえ失礼させていただきます。ではかぐや殿、
また天使様のもとへ遊びに来てくだされ。ええ、近いうちに必ずや。中華連邦の二枚舌外交を分かっていて牽制するとは、スメラギかぐやという娘。ただの名家の令嬢というだけではないらしい。しかしただものではないといえば、ゼロと共にガウェインに乗っていた C2 という少女。ガウェインにはあの娘の姿もなかった。 C2 ならゼロの居場所を知っているのだろうか。クルルギスザク、参りました。カリブからの帰国早々呼びつけて悪いね、クルルギ卿。いえ、殿下も中華連邦から戻られたばかりだとか。おや、知っていたのかい？ゼロの起こしたブラックリベリオンの影響で我が国へ反発する火種が多くてね。争いが多いと私のような仕事についている者の仕事が増えてしまう。なんとも困ったものだ。しかし先日の一件、ロンゴミニアド交渉ではKの活躍でタレーランの残党を一掃することができた。さすがはナイト・オブ・セブン。称賛に値する働きだった。お褒めに預かり恐縮です。いやはや、そんなにかしこまらないでくれたまえ。楽にしてくれて構わないよ。は。さて、今日は2つ話があって来てもらった。1つ目は彼らだ。前、シュネーヘクセンとレド・オフェン。彼らを君の直属の騎士として使ってほしい。シュネーヘックセンです。レド・オフェンです。2人とも若いが実力は確かだ。ペテルブルグでの任務完了の褒美だと考えてくれていい。ロンゴミニアドやカリブではなくペテルブルグのか。ペテルブルグ遠征のみ皇帝の勅命。宰相であるシュナイゼル王子さえ任務の内容を知ることはできない。そのための首に鈴ということか。君の親衛隊だ。名称は好きにつけるといい。イエス、Your Highness。では2つ目の話に移ろう。君たちには私と一緒にベラルーシに飛んでもらう。ベラルーシ？先のユーロピア戦線でユーロピア共和国連合のジーン・スマイラス将軍が戦死した。それはブリタニアとの徹底抗戦へ舵を切ったスマイラス将軍が戦死したことで、ユーロピア共和国連合が内部分裂を起こしたってことですかね。もともとあそこは日和見主義ですから。話が早くて助かるよ。現状、スマイラス将軍の意志を継いでブリタニアへの徹底抗戦を続けるべきだという勢力と、早急に和平交渉を行うべきだという勢力に分かれている。前者を叩ければ交渉はスムーズに進むだろう。そこでベラルーシだ。ああ、そういう。では現状を説明しよう。カノン。はい。ベラルーシに展開する EU 第6軍集団は全てのリソースを国境付近の草原に集中させている。ここを撃破すればベラルーシの占領は決まったようなものだ。しかしさすがは徹底抗戦を唱えるだけあって玉砕覚悟の彼らは手強い。重心陣を敷いてひたすら粘っている。こちらも決め手を欠いていてね。そこでナイト・オブ・ラウンズを投入することになった。ナイト・オブ・ラウンズをということは。もちろんクルルギ卿、君のね。イエス、Your Highness。いいか二人とも、このエナイツの初陣だ。心して挑め。はっ。このエナイツ君たちのことだよ。はあ。このエナイツか。面白い名をつけたものだ。殿下。ああ、そうだ。もう一つ伝え忘れていた。今回の遠征、君たちに同行したいと申し出があってね。申し出？彼にも同行してもらうことにしたよ。入りたまえ。君は冗談だろ。ガーフィールド。キャメロットから参加するガーフィールドです。よろしくお願いします。悪いね。こんなところに呼び出したりして。僕もスザクと話したかったから。それにしても久しぶりだね。ああ。
ブラックリベリオン以来だから半年以上経つのか。君の噂は聞いているよ。ブラックリベリオンで正体不明機と戦ったとか、キャメロットでの活躍とかね。スザクほどじゃないよ。世界中あちこち飛び回っているんだろ。この前のロンゴミニアドの後もすぐにカリブに向かったし。まあね、それだけ争いが多いということさ。今や世界中で反ブリタニア活動が盛んになっている。エリア11でゼロが起こしたブラックリベリオンが原因だと君は言っていたね。ああ、ゼロが現れるまで世界はブリタニアの支配が盤石なものだと思っていた。しかしゼロがそうではないことを示してしまったんだ。ゼロはもういない。スザクが逮捕した。そう聞いている。それは事実だ。じゃあスザクはゼロの正体を知っているわけだ。それは君にも言えない。どうして？ゼロは処刑されたんだろ。なら正体を教えてくれたって。どうしても知りたいのなら君もこっちに来る必要がある。こっち？キャメロットへの出向が終わったと思えば、今度はラウンズの親衛隊への抜擢。俺たち順調に出世街道を進んでるよね。この絵ナイツか。知ってるか？この絵ってのは。なあレド、クルルギスザクのことどう思う？どうしたんだよ突然。あんな奴の部下になって私たちは大丈夫なのか？あいつは11だぞ。確かに彼は11だが、実力は本物だ。お前だって見ただろ、就任式での決闘。しかし誰かに何か言われたのか？誰かなんてものじゃない。親も親戚もみんな口を揃えて、ナンバーズの部下になるなんて一族の恥だみたいな言い草だ。そんなことを言えば俺だって平民出身だ。君はブリタニア人だろ。だが周りの連中はいつも噂している。あいつどうやって出世したんだ？平民のくせにってな。いや、まあそういう輩もいるかもしれないが。そういう奴らには好きなだけ言わせておけばいい。陰口を叩く連中は皆実力のない奴らだ。ただのひがみだよ。だからお前も気にするな。違う、こんな話がしたかったんじゃない。私は君のことは。大丈夫、分かってるよ。ブリタニアの実力主義と貴族主義、本来は食い合わせが悪いはずなのに、どうして共存しているんだろうな。この国は確かに実力主義だ。しかしクルルギスザクは本当に実力だけでナイト・オブ・ラウンズになったのか？それとも別の要因が。こっち？こっちってどういう意味だ？いや、今のは忘れてくれ。ゼロの正体は軍部でもトップシークレットなんだ。いくら友達であっても教えることはできないのさ。なんだ、こっちって軍上層部のことか。それなら僕には無理そうだ。違うな。スザクは今嘘をついた。スザクの言うこっちとはどういう意味だ？しかしスザクがごまかす以上、ここで深く追求するのは得策じゃない。ところで、この前言っていた僕に話したいことって？そのために呼び出したんだろ？ああ、そうだった。実はアッシュフォード学園のことを聞きたくて。学園の？ほら、ブラックリベリオンの後、僕は学園に戻ることができなかったから、みんなのことが心配で、特に生徒会のみんなは無事だったのかな。生徒会のみんなか。会長とリバル、シャーリーとニーナはこっちに戻ってきた。でもカレンとナナリー、それにルルーシュとは連絡が取れないんだ。そうか、それは残念だ。でも会長たちが無事でよかった。嫌にあっさりしているんだな、ルルーシュのこと。そうかい？ああ、君たちは親友だったろ。それなのにそんなことはないよ。僕だって悲しい。ルルーシュがいなくなってしまったことはとても。そうか、そうだよな。友達だもんな。ああ、友達だから。もしかして君が欧州へ同行してくれるのも
友達だから。ああ。友達だからさ。そうか。今日は話せてよかった。僕もだ。作戦、お互いに頑張ろう。ああ。スザクに僕の正体を知られているという確証は得られなかった。しかし、どうであったにせよ、泳がしてくれるならそれでもいい。なんせさっきの会話で僕は確信できた。スザクはルルーシュの居場所を知っている。そう確信できた。それだけじゃない。スザクはまだ何かを隠している。それは何だ？確かめなければ。スザクの隠しているものを、そして、ルルーシュを取り戻す。そのためなら僕は。先生、あらかたの作業は終わりました。よーし、上出来だ。お目当てのドルイドシステムとハドロン砲は両方とも使えそうだね。はい。両方ともそのまま転用するんですか？いや、ハドロン砲の方はラボに持って行って調整するよ。前に収束させることはできたけど、今回は出力を上げる必要があるからね。わかりました。では、ドルイドシステムの方はどうしましょう？月影型か火炎型のフレームに乗せ替えますか？それでもいいんだけど、いまいちゼロのスタイルと合わないんだよね。そうだ、サビトリ、あんたがデザインしてたフレームがあっただろ？あれを見せてごらん。三鏡型ですか？あれはまだ不完全なところが多くて、それに先生が毛嫌いしているブリタニアの設計思想を取り入れてますし。だからじゃないか。もともとブリタニアのシステムを組み込むんだ。その方が都合がいいし、私の見落としている良さがある。私と一緒に完成まで持っていくのは嫌かい？そんなことは。ぜひお願いします。あいつらが戻ってきた時のためにちゃんと戦力は準備しておいてやりたいからね。忙しくなるよ。はい。まだ赤いやつの消息をつかめんのか？申し訳ありません。上海で取り逃がして以降、また息を潜めており、目撃情報が。それでも探すのがお前たちの仕事だろう。このままではゾビュー連教の敵討ちなど。落ち着け、バニングス。奴らの足取りはすぐにつかめる。なぜそのようなことが？先の上海では取り逃がしたものの、敵にも満足な補給の時間を与えなかった。奴らが東京疎開を目指しているのなら、次は必ず神戸疎開で補給するはずだ。神戸疎開で？飛行地なら長崎という手も。それはない。長崎は先に起きた沢崎敦らの九州戦役において我が国の監視の目が強い。なるほど。それなら長崎を嫌って神戸に向かうと。ああ、別動隊を先行させ神戸疎開で雨を晴らせろ。イエス、マイロード。皆さん、お昼ですよ。おお、待ちくたびれたぜ、ベニオ。洗濯物を回収しますね。助かるよ、ベニオちゃん。包帯巻きます。ちょっと痛いですけど我慢してくださいね。でもありがとうよ。これでまた働けるよ、ベニオ。ベニオ、やっと戻ってきたか。すみません、オーナー、遅くなりました。どうせ余計なおせっかいを焼いてたんだろう。それよりも大事な仕事がある。大事な仕事？はい、何でも言いつけてください。お前は素直に言うことを聞くいいやつだ。だからこの仕事をお前に任せることにした。いいか？今日は大事なお客様が来る。部屋の準備をしてくれ。2階の特別室だ。特別室？そんなのありましたっけ？今から作るに決まってるだろ。なんせ大事なお客様だ。ほら、新しい布団を下ろしてベッドに敷け。シーツも新品を出すぞ。新品を？もったいないですよ。今日に限ってはもったいない精神は捨てろ。掃除もいつもの3倍、いや10倍は丁寧にするんだ。塵一つ残すんじゃないぞ。分かったな？はい。あのケチなオーナーがあそこまで言うなんて、相当な人が。ってダメ
ダメ。気になるけど気をつけなきゃ。うかつに首を突っ込んだら仕事をなくすくらいじゃ済まないかも。何？やはり神戸か。よくやったカラスキョウ。 K の読み通り赤いやつは神戸のようです。やはりな。で、先行部隊は間に合ったのか？いえ、まだ追いつけていないそうです。ただすでに現地で網を張ったと。よし、ならば先行部隊を急がせろ。今度こそ逃がすな。我々も急ぐぞ。はっ。ベニオ、お客様がお見えだ。部屋の準備はできてるんだろうな。はい、できてます。よし、上出来じゃねえか。ほら、あの方だ。備品の方は私たちが運び込んでおきますので、カレンさんは先に休んでください。私も手伝うよ。何言ってるんです。最近あの青い奴らと連戦続きでしょう。少しは休んでください。わかった。悪いけどそうさせてもらうよ。女の人？ようこそいらっしゃいました。光月カレンさん。お部屋の用意ができていますよ。あなたが協力者の？そうです。どうぞこちらに。何かあったらこいつに何でも言いつけてください。なあベニオ。おいベニオ、何ボサッとしてんだ。すみません。この方の荷物をお持ちして部屋までご案内しろ。はい。お部屋はこちらになります。綺麗にしてるのね。ありがとうございます。シャワーはそちらの奥になります。タオルはこちらに。夕食の時間にはお迎えに上がります。そんなに堅苦しくしなくて大丈夫よ。年もあんまり変わらないみたいだし。いえ、お客様に失礼のないようにということだったので。ごめん。久しぶりに元気な人を見たから嬉しくなっちゃってつい。私、元気だけが取り柄なので。それは今の日本ではすごい取り柄。あなたの名前は確かベニオって。そうです。ベニオ。赤木ベニオって言います。私は光月カレン。よろしくね、ベニオ。やっと日本に戻ってこられた。あともう少しってところね。はい、こちら光月。やっぱり私がこっちに来て正解だったみたい。あとどれぐらい？わかった。なら2、3時間はゆっくりしておくね。わかってるって。じゃあまた。こんなにたくさん？すごい人の数だね。抽選に漏れて会場に入れなかった人が外に大勢詰めかけているんですって。じゃあ私たちって運がいいの？そうだ、すごく運がいいんだ。ベニオの日頃の行いが良かったのね、きっと。これからもいいことがたくさんあるんだぞ。なんたって規制がなくなるんだから。お父さん？お母さん？11は皆殺しだ。夢。またあの夢。そうか。倉庫の掃除をしようと思って荷物の搬入を待ってたらいつの間にか寝ちゃってたんだ。早く掃除を終わらせないとオーナーに怒られちゃう。倉庫にはもう誰も残ってない。お客さんの荷物の搬入は終わってるみたいだからさっさと掃除を終わらせちゃおう。まずは倉庫の奥から。この赤いナイトメアは11は皆殺しだ。やめろ！恥を知れブリタニア！ナイトメア。静岡だ。
そうか、カレンさんがこの赤いナイトメアを。おい、そこで何をしてる？なんだベニオか。どうしたこんなところで。倉庫の掃除がまだだったので、荷物の搬入が終わるのを待っていたんです。ああ、そうだったのか。それよりもオーナー、これってナイトメアですよね。もしかしてカレンさんの。ああ、そうだよ。やっぱり指名手配されている光月カレンのな。なあベニオ、お前はいつも仕事熱心で素直に言うことを聞く。俺はそんなお前を買ってるんだ。だから今回の大事な仕事もお前に任せた。お前のおかげで光月カレンもすっかりくつろいでいるみたいだ。そこで最後の仕上げだ。光月カレンをあの特別室に閉じ込めろ。何？外から鍵をかけるだけだ。簡単だろ。待ってください。どうしてそんなことを。カレンさんを閉じ込めてどうするつもりなんです？お前は知らなくていいことだ。雇い主の仕事をいちいち詮索するほど世間知らずでもないだろう。俺の言うことが聞けないのか。行くところがなくて道に寝そべってたお前を拾ってやったのは誰だ？わかりました。はい、どうぞ。ベニオ？カレンさん、逃げてください。ここは危険です。ここのオーナー、カレンさんたちが黒の騎士団ってことを知っててブリタニアに売るつもりです。はあ、やっぱりね。私よ、出発を早める。港の内通者に動きがあったの。みんなは準備を。私はグレンを回収して合流する。私の話信じてくれるんですか？ええ。あなたは嘘をつくような子には見えないから。あなたはきっといいご両親に育てられたんだと思う。まっすぐな目を見ればわかるわ。カレンさん。だからごめんねベニオ。ちょっと痛いけど我慢して。はい、あの倉庫の2階に光月カレンを閉じ込めています。赤いナイトメアは1階でさ。こっちの守備は上々だ。ブルーバロンズはまだつかないのか？先行部隊が間もなく到着する。指示を仰ぐから少し待て。早くしてくれよ。あの赤いやつは目の前なんだ。お題の方は？金は奴を捕まえてからに決まってるだろう。金が欲しければしっかり見張っていろ。はい。私どうして縛られてるんでしょうか？港の人たちとかブリタニアの奴らに何か聞かれたらこう答えるの。光月カレンとその仲間たちに捕まってここに放り込まれたって。そうすればあなたは何も罪に問われない。この港で働き続けられる。そんな、それじゃカレンさんたちが悪者扱いされちゃいます。悪者扱いには慣れてる。よし、これで動けないわ。カレンさん、私も連れてってください。私、身寄りがなくてどこにも行くところがなくて、それで。ダメよ。私たちは指名手配犯。一緒にいればベニオにも危害が及ぶ。違います。カレンさんたちは正義の味方です。今私たちは水面下に潜っていなければいけない。もしあなたにその気があるなら、その時が来たら私のところに来なさい。その時、成功すればわかる。いいえ、絶対成功させるから。だから今は待っていてほしい。わかりました。ありがとう。じゃあね、ベニオ。こっちに向かっているブルーバロンズの先行部隊から許可が下りた。突入するぞ。了解だ。突入。見つけたぞ。赤いナイトメアだ。よし、確保するぞ。待て、このナイトメア動くぞ。残念、一足遅かったわね。もう乗り込んでいたのか。逃がすな。囲め。悪いけどこんなところで捕まるわけにはいかない。
間一髪ね。ベニオに感謝しないと。これはブルーバロンズ、高速艇で。いたぞ、赤いやつだ。海に逃げるつもりだろうがそうはさせん。間に合ったか、ブルーバロンズ。よし、我々は港を固めるぞ。前方の海にはブルーバロンズ、後方の港にはブリタニア軍か。もう逃げられまい。これぐらいで捕まる光月カレンじゃないよ。何、海にでも潜るつもりか。バカめ、海の中でナイトメアがまともに。輻射波動にはこういう使い方もある。飛び越された。しかしその先は海。カレンさん、ナイスタイミング。あんな逃げ方が。赤いやつに逃げられる。船を回答させろ。無理です。さっきの攻撃で電子系がやられてしまって動かせません。くそ、またしても逃がすとは。何、またしても取り逃がしたのか。だったら知ったよ。申し訳ありません。おのれ、光月カレンめ。しかしこれで奴らがエリア11に戻ってきたことは確実となった。もう取り逃がすことは許さん。総員覚悟して挑め。イエス、マイロード。ご苦労だったな、カレン。こっちは大丈夫。そっちは？お前が神戸で目を引いてくれたおかげで、こっちは和歌山で十分な補給を受けることができた。京都が隠しておいた予備戦力も回収できたし、上出来だな。あの青いのが私たちが長崎を嫌って神戸に向かうと予想するだろうってのが当たってよかった。おかげでこっちはおとり作戦が成功したからね。ああ、お前のおかげだ。危険な目には合わなかったか？ええ、助けてくれた子がいたから。大丈夫かい、ベニオちゃん。こんなに縛られてかわいそうに。ありがとう、おばさん。外はえらい騒ぎだぜ。なんでもブリタニアが黒の騎士団に逃げられたって。逃げられたんだ。カレンさん、どうか無事で。その時が来たら必ず会いに行きますから。殿下、本艦は1時間後にジョージアでナイト・ブラウンズ3名と合流し、ベラルーシへと入ります。わかった。ではしばらく実質に戻って業務をしても。はい、先日の中華連邦の一件ですね。ああ、例の和平交渉もそうなんだが、急いでいるのはマリーの方でね。マリーベル様の？例の件で筆頭騎士オルドリン・ジボンを失っただろう。はい、殿下のお命を狙ったテロリストと交戦して消息不明になったとか、それで落ち込まれているということでしょうか。その逆さ。グリンダ騎士団の功績を認め、エリアが欲しいと言ってきた。エリアを？皇族でも限られた方しか統治を許されていないエリアを所望されるなんて。だから他の皇族たちを納得させる準備が必要でね。殿下はマリーベル公女がエリアを治める器たるとお考えなのですね。ああ、マリーは賢い子だ。その資格は十分にある。父上もお認めになられているしね。皇帝陛下までもが。そういうことだからしばらく任せるよ。イエス、ユアハイネス。聞いたよ。例の計画に修正が入ったって。はい。予定していた監視役がダメになってしまったので、致し方なく。ああ、そうか。クララがオルフェウスに殺されちゃったんだったね。兄さんは知っていたのでは？知らなかったよ。でも仕方ないね。餌の監視にはロロをつけることにしようよ。欠陥品だけどあの力は使えるよ。すでにそのように手配しています。そっか。なら他の準備も？
餌に近しい者たちの操作も済んでいます。あとはカゴの中に入れるだけですな。それなら彼女が餌に食いつくのを待つばかりだね。彼女さえ手に入れば僕たちの願いは成就に近づく。 C2 さえ手に入れば。その情報は確かなのか？ああ、東京疎開にはまだゼロの審判も多い。アッシュフォードって学校で大規模な工事が入ったそうだ。わかった。その話詳しく聞こう。シュナイゼル殿下、我らナイト・オブ・ラウンズ長谷さんじました。おお、バインベルグ卿、それにアールストレイブ卿とブラッドリー卿もよく来てくれたね。最小閣下のご命令とあらばどこであろうと。それで戦況を伺っても。カノン、彼らに説明を。はい。現在、氷雪の表しことロメロ・バルクライ将軍率いる EU 第6軍集団が国境付近の草原に戦力を集中、地の利を生かして重心陣を展開している上に、敵軍は玉砕覚悟のため、我が軍は苦戦を強いられています。敵の本体がいるのは森林を抜けた先、国境沿いの草原。なるほど。この草原に続く深い森林が厄介というわけか。さしずめ、ユーロピア軍の先鋒は複数の王陣を張った上で近づく我が軍に遠方から集中砲火を浴びせるやり方だな。はい。森林地帯はナイトメアフレームの通れる道が細く限られているため、草原へと大量の機体を一度に展開することはできません。それでは出鼻で詰まっているところを敵の遠方射撃で撃破されてしまう。仮に接近し陣を突破できた機体があったとしても、その先には別の王陣がある。すかさず敵部隊に四方から取り囲まれ、個別に撃破されてしまうな。そこでここはクルルギ卿のランスロットに突破してもらうことにした。クルルギスザク、あのナンバーズ上がりですか？ああ、だが実力は確かだよ。間もなく出撃だ。へえ、それはお手並み拝見ですね。ランスロットも。そうだな。我々の攻防の機体も見ているキャメロットが作り上げたランスロットの力を見せてもらおうじゃないか。ですが殿下、私たちを呼ばれた以上出番がないわけではないでしょう。当然さ。君たちの出番はクルルギ卿が森林を突破した後、敵の本体を叩くのを任せたい。それを聞いて安心しました。ではラウンズの諸君も出撃準備を頼む。Yes, Your Highness。まさかまた君と肩を並べて戦場に立てるとはな。今度は僕が出航の身だけどね。またよろしく頼む。こちらこそだ。君の働きにも期待している。何を偉そうに。専用の機体をもらって浮かれてるんだろ。そんなんじゃないって。さあみんな、間もなく時間だ。おしゃべりはそこまでにして聞いてくれ。この作戦は敵部隊が展開する森林を突破して本隊と分断させ、壊滅を目的とする速攻重視の作戦だ。足を止めずに敵を確実に仕留めろ。編成は近衛ナイツとアロンダイト各機をリーダーとする3機編成の計3チーム。先陣は自分が務める。質問は？ありません。気をつけること。気をつけることか。そうだな。生きて帰ること。それだけだ。了解だ。近衛ナイツの2人もいいな。はい。了解です。よし。ではクルルギ隊出撃。ブリタニアのやつら
懲りずに来たぞ。また蜂の巣にしてやる。砲撃開始。敵部隊から砲撃。ここは僕が。なんだこいつ、弾が当たらない。こんなデタラメなやつが。わあ！相変わらずすごいな。あれがクルルギス作か。確かにすごい。だが私だって私たちの敵じゃないな。油断するなシュネ。これは油断じゃない、余裕だ。そっちこそ私の足手まといになるなよ。誰に言ってるんだか。確かにシュネーもレドも腕利きのパイロットだ。だがブリタニアが苦戦する相手がこの程度なのか。タッキー、気をつけろ。何かおかしい。いくらなんでも簡単すぎる。クルルギ教の率いる小隊が開敵しました。しかし殿下も人が悪い。いくつもの部隊が失敗した王陣突破にクルルギ教の部隊だけで行かせるとは。そうかい？彼とランスロットの突破力なら不可能ではない作戦だよ。幾重にも重なった王陣で侵入してきた敵を包み込むように遠方射撃によって破壊するバルクライの策。しかしたとえ囲まれようとも彼なら突破できる。そうかもしれません。でもそれができるのは彼、クルルギスザクだけですよ。彼の部下たちは違う。敵出現。伏兵です。戦線が縦に伸びすぎている。このままでは分断されてしまうか。伏兵です。とてつもない数を。この戦、いくらナイト・オブ・ラウンズが参戦していようと簡単には勝たせぬぞ、ブリタニアめ。皇帝直属の最強の騎士と謳われるナイト・オブ・ラウンズをこの手で血祭りにあげてくれるわ。たとえ負け戦になろうともな。ブリタニアめ、一騎でも多く道連れにしてやる。特攻覚悟だと？そんな戦い方。周りの森のせいで隊列が縦に伸びたところを横から突かれたのか。シュネーたちは。なんて数だ。これじゃキリがない。レド、そっちはどうだ。なんとかしのいでいるが手一杯だ。身動きが取れない。まずい。シュネーの部隊が孤立している。だけどこっちもレドも動けない。ヘクセン教の分隊が孤立しました。このままでは。待ってください。クルルギ教のランスロットが敵陣を崩しながら引き返しています。クルルギ教の動きが。囲め。残るはこの白いやつ一騎だ。取り囲んで撃破しろ。当たった。もっとだ。もっと撃て。ここまでか。スノー、兄は戦場で死ぬ。ああ、僕は諦めんな。大丈夫かシュネー。クルルギ教、なぜ戻って。シュネーは負傷者を回収しつつ本隊と合流。ここは自分が何とかする。しかしこれは命令だ。イエスマイロード。部下を助けに戻ったか。そういう行動を選ぶ人物だったね、彼は。残念だけど彼のことは諦めるしかないようだ。スザクがシュネーを助けに。でもあれじゃクルルギ教も取り囲まれる。その羽根つきはナイト・オブ・ラウンズだ。他のやつはいい。羽根つきを囲め。あの白い羽根つきに狙いを集中。一斉射撃。一斉射撃了解。発射。
このままでは。生きろ。あ、俺は生きる。32番機大破。なんだ今のは。動きが全く。うわっ。35番37番機もやられました。何が起こって。バカな。ナイトメアにあんな動きが。悪魔。様子がおかしい。なんだこれは。ランスロットが短期で戦況を覆した。そんなバカなことって。信じられないが事実のようだ。となればこの好機は逃せないね。では。ああ、ナイト・オブ・ラウンズ出撃だ。聞こえましたか、ナイト・オブ・ラウンズの皆さん。殿下より出撃命令が出ました。この戦い終わりにしよう。バインベルグ卿、アールストレム卿、ブラッドリー卿、目標は敵陸上戦艦。頼んだよ、出撃。イエス、ユアハイネス。大丈夫かシュネ。ああ、脱出したパイロットも含めて全員無事だ。クルルギ卿のおかげだな。クルルギ卿は無事なのか。無事だ。それどころか単身敵本体へと向かった。敵本体へ。しかも一人で。ああ、いくら他のナイト・オブ・ラウンズが投入されたからといっても短期では危険だ。レド、シュネーたちを護衛しつつ G1 まで下がってくれ。僕はスザクのサポートに入る。了解だ。お前も気をつけろよ。分かってる。僕は助けられたのか。クルルギ卿に、イレブンに。シュネを助けに入った後のスザク、どうも様子がおかしい。指示も出さずに敵陣へ向かうなんて独断専行するタイプではあるが、こんな行動は異常だ。スザクらしくない。まずはスザクに追いつかないと。おいブラッドリー卿、先行しすぎじゃないか。バインベルグ機の御曹司は手堅いことで、敵将の首は私がもらう。やばん。まあ頭を打つのは戦いの基本だけどね。どこだ氷雪の表しと恐れられたバルクライ将軍は。奴の命は。なんだこのありさまは。敵が狩り尽くされているだと。まさかクルルギが一人でこれを。クルルギ、貴様は後方へ下がれ。あとは私がやる。スザク、追いついた。スザク。まあいい。氷雪の表しの首さえ残っているのなら。将軍、敵が。お前の大事なものは何だ。そうだ、命。バルクライ搭乗艦リヴァイアさんの撃墜を確認。ほう、さっきの様子だと落としたのはブラッドリー卿かな。いえ、ランスロット、クルルギ卿です。なんですって。あの状況からバルクライを。これは面白い。クルルギスザク、貴
クルルギスザク、聞いているのか？ブラッドリー卿、陸上戦艦が落ちている。あれはあなたが？そうか、いいだろう。そういうことなら貴様の命を見せてもらう。待った待った。邪魔をするな。こいつは私の獲物を奪った上に苦労した態度を。違うぞブラッドリー卿、これは我らラウンズの勝利、我らブリタニアの勝利だ。クルルギ卿、貴様のような奴と二度と肩を並べて戦うことはないだろう。それだけは覚えておけ。ギスギス。やれやれ。おいスザク、なんだって言うんだ今のは。また同じか。式根島の時のような。ナイト・オブ・ラウンズには祈祷指示を？ああ、バルクライ将軍を失っては敵も戦意を保てないだろう。直ちに敵部隊に対して降伏勧告を出しておくれ。イエス、ユアハイネス。それにしても見事なものだ。クルルギ卿のことですか？当然彼のこともだが、ランスロットもね。ロイドたちをキャメロットに再建したのは正解かもしれない。例の計画が実現すればまた戦争の歴史が変わるだろう。まさか変人のおもちゃを軍の正式量産機とすることになろうとは思いませんでした。ロイドのような人間だからこそああいったものが生み出せるのさ。私はような情熱が羨ましいよ。だから他の工房の作品も楽しみだね。どういったラウンズの専用機が完成するのか。やあクルルギスザク、先ほどの戦い見事だった。バインベルグ卿。なんだよ堅苦しいな。私のことはジノと名前で呼んでくれ。同じナイト・オブ・ラウンズなんだしな。ではジノ、自分に何か用が？いや何、さっきの戦いどうやって窮地を脱したのかと思ってさ。どうやってもない。ただ死に物狂いで戦っただけだよ。ええ、死に物狂いね。それが何か？写真？これは記録。記録？何のために？あなたに興味があるから。私もジノも。こらこら、そんなにストレートに言ったら恥ずかしいだろう。でもアーニャが言ったことも本当だ。部下を守るために命を投げ出すなんてそうそうできることじゃない。そしてそれでも勝って帰ってくるのだからなおさらだ。私もアーニャもクルルギスザクという人間に興味津々ってわけさ。自分はそんなに興味を持たれるほどの人間じゃないよ。そう言うなって。それに機体にも興味があるんだ。 G01A ランスロットエアキャバルリーキャメロットのロイド・アスプルンド博士が特派の時に開発した第7世代ナイトメアフレーム。なんでもエリア11での戦果が認められて量産化計画が進められているとか。で私たちの専用機もキャメロットで最終調整に入るんでね。アスプルンド博士が作った機体がどんなものかこの目で見たかったのさ。専用機が？ああ、グロースターカスタムも悪くはないんだけどどうにも動きが重い。そこで私の工房シュタイナー家で新型を作らせている。シュタイナーといえば航空技術で最大手じゃないか。そうさ。だから先に戦いの空を飛んだお前が妬ましいよ。だが新型が手に入ったら空では私が独り勝ちさせてもらう。私も負けない。そうだな。アーニャの機体もシュタルクハドロンの威力に耐えられる機体にしてもらわないとな。多分ルキアーノも同じ気持ち。そうか。
ブラッドリー卿には失礼なことを。気にするな、スザク。ブラッドリー卿は大将首を取られたことに腹を立てているのさ。戦争はゲームじゃない。任務を遂行し勝利を得ることこそが我々の役目だ。だから逆恨み。ああ、ありがとう。さあ、私たちはもう行くよ。本国へ戻る準備をしないといけないからな。スザクは？自分は部下の近衛ナイツと共に欧州に残れという命を受けている。そうか。別れる前にお前と話せてよかったよ。またな。じゃあ。ああ、また。何か言いたそうだね。わかってるじゃないか。なら、僕が言いたいこともわかるだろう。さあ、何のことだい？さっきの戦いだ。他のラウンズは好意的に受け止めていたが、僕は違う。確かに君は独断専行することが多かった。しかし、それは自分の功績を得るためでは決してない。人の命がかかっていたりと、他人のために動くケースばかりだった。しかし、今回のあの戦い方は何だ？シュネを助けに行くのはわかる。しかし、単独で敵本陣に突っ込む必要などなかったはずだ。君がどう思おうと、結果が全てだ。結果以上のことを話すことはない。ようやく設備が整ったな。よし。これより我ら機密情報局は、シャルル皇帝陛下の命に従い、対象の捕獲作戦を開始する。カルタゴ隊は餌の監視につけ、すでに餌の方にはロロがついている。お前たちは主に学園外での監視を任せる。イエス、マイロード。次にクレタ隊だが、お前たちは横浜疎開に向かえ、横浜で対象。C2 らしき人物が目撃されたとの情報が入った。待ってください。なんだ？横浜で C2 が見つかったのなら、我々カルタゴ隊もそちらに向かった方が良いのでは？ダメだ。横浜で目撃されたのが C2 だという確証はない。それに、餌に食いつく可能性が高い以上、ここを手薄にするわけにはいかん。そうだ。キケーラは餌の監視にふさわしい。我らが C2 を捕らえれば、ただの無駄働きだがな。貴様。やめろ。私たちはシャルル陛下直属の部隊だぞ。そのような小競り合いは慎め。イエス、マイロード。まったく。分かったなら、さっさと行動に移れ。カレン、間もなく横浜だ。準備をしよう。横浜疎開か。さすがに東京疎開に直ってわけにもいかないものね。ああ、エリア11が強制エリアに格下げされて、入出国の監視が以前よりもはるかに厳しくなっているからな。まずは横浜疎開で準備を整える。了解。情報収集だね。そういうことだ。奴らの情報はまだないのか？はい。監視船の目もうまく避けているようでして。構わん。横浜疎開に舵を取れ。そこで網を張る。さすがに東京疎開に直接は向かわないというお考えで。ああ、東京疎開に向かったとしてもギルがいる。ならば、次に奴らが向かう可能性の高い横浜疎開に向かうべきだ。確かに。よし、横浜疎開へ急げ。殿下、ハイシュナイゼンの準備が整いました。1時間以内に出発できます。また、ペンドラゴンへはクルルギ卿以外のラウンズも同行します。そうか。こちらが一段落したから、次は国内を整えないとね。例のお披露目式典ですね。ロイドたちには間に合わせるように指示しています。ありがとう。ロイドたちならちゃんと間に合わせてくれるさ。しかし、こちらを開けてしまっても良いのでしょうか？大丈夫さ。最大の障害であるバルクライを下したんだ。ユーロピアとしては及び腰にならざるを得ない。それに、クルルギ卿とランスロットの力は十分すぎるほどに誇示することができた。彼が指揮を執る部隊とまともにやり合おうと思う相手などいないよ。それに国内の件が片付けば、最後の仕上げに取り掛かるだけだ。そうすれば当分は欧州を気にかける必要もなくなる。そういうことであれば。では、
この1時間でクルルギ卿に引き継ぎをしておこう。彼を呼んでもらえるかな？は。こちらにいらっしゃったんですね、クルルギ卿。よかったらコーヒーをどうぞ。レドか。資料に目を通していて、ちょうど何か飲みたい気分だったんだ。ありがとう。何か話があるのかな？ありがとうございます。先の戦闘のことだろ？ええ。あの状況下、あの戦力差。いくらクルルギ卿がナイト・オブ・ラウンズといえど、切り抜けるのは絶望的だったはず。常人なら死んで当たり前です。でも、あなたは生き延びた。俺にはそれが不思議だ。なんだ。それだと僕が死んだ方が良かったみたいじゃないか。すみません。そんなつもりじゃ。冗談だよ。そうだな。いくらブリタニア製のナイトメアに性能が劣るとはいえ、機動兵器の数の戦力差は脅威となる。基本的には、ナイトメアは機動性を生かした戦闘を重視しているため、一撃が致命傷になりかねない。ランスロットにエネルギー障壁であるブレイズ・ルミナスが備えられているとしてもね。だから、友軍を逃がすためだからといって、敵機に取り囲まれるような戦い方をするのは命取りです。でもあなたはそれを実行した。命の危険があるにもかかわらず。レド、答えはそれだよ。それ？僕は、シュネやみんなに死んでほしくない。だから、体が勝手に動いた。他の人が死ぬくらいなら、僕が死んだ方がマシだ。そんな。でもね、俺は、死ねないんだ。なんてね。結局は、運が良かっただけかもしれない。はあ。クルルギ卿、シュナイゼル殿下がお呼びです。わかった。すぐに行く。クルルギ卿！先の戦いでは、命を救っていただき、シュネ、君が生きていてよかった。クルルギ卿は、どうしてあんなに。何かがおかしい。スザクはゼロのこと以外にも何かを隠している。ロンゴミニアドで久しぶりに会った時、雰囲気が変わったのは、ユーフェミアを失ったがゆえだと思った。しかしそれだけではない気がする。この違和感の先が、ゼロに、ルルーシュに繋がっているのだろうか。